こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ブランチマイニングでエンチャント装備を整え、寿命で壊れたエンダーチェストを作り直しました。人為的破壊だったのに寿命だったの。あの時壊れる運命だったんです。そして、ネザーで危険にさらされていた装備品の一部救出に成功し、ついでにブレイズロッドを手に入れてきました。そういうわけでプレイ開始した今、めちゃくちゃ気が重いです。もはやエンドラ討伐待ったなしだものね。さてと、要塞は始まりの地点から120度間隔で3方向に、640メートルから1152メートルの間に生成されるはずです。海底下では面倒なので、陸地の地下に生成される要塞を探したいところです。ひとまず北方向に要塞があったらスルーね。まずはピラミッド近くから、大きく振りかぶり、投げました。すぐに背後を振り返ったのは大きく打ち返されたってことね。だいたい北東の方面のようです。さて地図上の自分の位置が見えづらいですが、こっちなら、海に至るまでにそこそこ陸地があります。探す価値がありそうです。そして5分で、あっさりと要塞の眠る位置をほぼ特定しました。なおここまでに、エンダーアイは一つ減っています。あら、エンダーパールと言い間違えないのね。最近ふと気づいたんです。エンダーアイは形を見ると、明るい場所の猫の目っぽいんですよ。ちなみにプレイ中はなんか近いなぁという感じでしたが、収録データ上から目分量で作図してもやはり要塞生成範囲の外側です。つまり何かが狂っているのね。いずれデバッグ画面を解禁したら座標を見てみたいです。さて、1分も階段掘りしたら無事に要塞発掘しました。ここまでトントン拍子ね。とても嫌な感じです。実は今回、すぐにプレイする気になれなかったほど気が重かったです。そこで、あえて先のことを考えないようにすることで、なんとかプレイに取り掛かれた、というありさまです。そんなに強く死の予感がしてたんだ。名目としてはこの動画は建築企画なので、エンドラ討伐はあくまでついで、建築材回収が責務です。なので今まで可能な限り先延ばししてきましたが、そろそろ限界。ネザーワープの構築のためにデバッグ画面解除しないと、今後相当な移動時間を強いられてしまうんです。特にメサとの繰り返しの往復が大変なことになるものね。と、そういえばエンダーパールの補充を期待してました。一発、助かります。ポータル開くための個数はすでに足りてたわよね。これはジエンドで投げるためのものです。ポータルにエンダーアイを12個使うなら、パールを2回投げられます。さてその後、まずは廃校を見つけ、モブをゴリ押ししていたら、エンチャントの弓が拾えました。ちなみに射撃ダメージ増加2でした。そして地下峡谷を見つけました。また変なところに生成されているわね。あとスポナーがあれば、地下生成物は全部この要塞だけで揃います。それにしてもなぜ鉄格子があるのでしょうか。入ってすぐ攻撃すれば、謎が解けたわね。さて、そこそこ探索したところで、ここでシルバーフィッシュの音が聞こえました。ポータル近いです。音からすると多分この真上かましたあたりなのですが、軽く掘り開けてもパッと出てきませんでした。そして、ようやく見た目だけ本が並んでいる図書館を発見です。まあこれで一安心、先に本棚を集める作業が入りました。ジエンドを少しでも先延ばししたいのね。さて、本棚は何個あるのでしょうか。予定では940個、つまり15スタックほど必要なんです。一箇所じゃ全然足りなさそうね。もう少し探索したら回収して数を勘定します。で、さらに奥に進んで図書館2箇所目を発見。地下峡谷が見えていたわね。
その少し先で、持参してきた松明や石炭が切れかけてしまいました。きちんと探索準備してこなかったの？無論です。今回ばかりは先のことを意識から除外したおかげでゲーム開始できたんです。と言いたいところですが、実はエンドラ討伐直前までの準備はしていたんです。ならなんでよ。まさか自分がエンダーチェストを拠点に置き忘れるとは思わなかったんです。何度忘れたら学習するのよ。まあでも、どのみちジエンド攻略準備をしに拠点に戻る必要がありました。つまりこれは計画のうちだったんです。矢の養蚕で砂利も必要になりますね。ちなみに拠点から要塞までの移動時間はわずか80秒でした。何か忘れても気軽に往復できそうです。また何か忘れる計画しているの？さて、第二次要塞探索は本棚の回収が目的です。峡谷を挟んで向こう側なのですけど。ジャンプで雲の巣に飛び移るといいわよ。飛び移った後どうしたらいいのでしょうか。と、クリーパーのいる方から回れば峡谷の幅が狭そうです。そして慎重に足場を作りながら、ついに図書館に到着しました。それにしてもなんで、たまたま本棚が入り用の時に限って地下峡谷があるのでしょうか。それよりなんで本棚を入り用にしたのよ。さて湧き潰しが終わって本棚回収しようとしたところで、雲の糸が邪魔なんです。剣で取っちゃったら？ちょっともったいないです。確か探索途中で鉄鉱石見つけたような。というわけで現地調達でハサミを用意し作業に取り掛かったのですが。これは、940個も取るの時間かかりすぎるわね。でもシルクタッチ付きの斧は持ってないし、普通の斧で回収したら、後で本棚クラフトするのに1400個ほどの原木が必要になってしまいます。おっかないけど無駄にはできません。一瞬本が見えたわよ。つい丸石で取ってしまいました。足場作りながらの作業だったので。まあしかし、一つくらいならすぐクラフトして証拠隠滅すればいいんです。今更隠滅してもね。そういえばこんな実績もありました。つまりこれも計画のうちだったということです。さて、25分に及ぶ作業でようやく部屋がスッキリしました。回収できた本棚は1部屋で3スタックと41個。目標の数まで4部屋必要です。この要塞だけでは2部屋足りないわね。それはともかく、シルクタッチの耐久の減り方が予想以上です。これでも耐久力3なのに。というわけで、一旦拠点に戻ってシャベルのシルクタッチを持ってくることにしました。2度目の往復ね。さて第3次遠征ではまずダイヤの馬鎧を見つけ、そしてようやくエンドポータルを見つけました。随分かかったわね。突進した方が安全でしょうか。さすが効率強化法、一瞬ね。ちなみに奥の黒い部分はただの光源バグです。さて、気になっていた刺さり炭のエンダーアイは1個。つまりエンダーパールは3回投げられるということになります。イコール使う間もなく奈落に落ちれる回数ね。そして残りの探索をしていたところ、スポナーまで揃ってしまったわね。要塞内で、ポータルの部屋以外で見つけたのはちょっと記憶にありません。この先も普通の要塞の階段のようです。普通に要塞の一部と化しているのは珍しいかもしれないわね。さてその後、図書館2部屋目をスッキリさせました。作業は12分足らずで、峡谷さえなければさほど時間はかかりませんでした。そして、要塞の隅々まで探索が終わってしまいました。これで残りはジエンド攻略だけになったわね。もはや退路が断たれた気分です。で、矢の養蚕などをし終わったところでひらめきました。今このチェストのアイテム量では、一度で拠点に運ぶことができないんです。
今のうちに1往復してしまいます。とことん先延ばししたいのね。ちなみにピラミッド拠点の端で繰り広げられている馬鎧レースですが、なんとダイヤの馬鎧が引き離されずに1馬身差で食いついていました。どうでもいいわよ。さてその後は、ロスト対策でダイヤ製の武器防具ツルハシを新調し、ジエンド突入前の最後の一寝入りをしたところで、今回はここまでです。結局一気に突入できなかったわね。今回の要塞探索で使い捨てにできるエンチャント弓が1本増えましたが、今まで鳥の羽をさほど集めてなかったので、2回突入するのが限度です。でも過去のプレイではジエンドで2度死んだことはありません。よって次回は、エンドラ討伐してエンドストーンと経験値をごっそり持って帰れる予定です。計画通りに行けばね。それではまたね。バイバイ。